こんにちは。わかるウェブの幸田です。今回はページタイトルの付け方どうしてるということについて解説してみたいと思います。この動画のメリットはご覧の通りです。ウェブページのページタイトルが何かがわかる。サイトの訪問者はどんな風にページタイトルを見るのかがわかる。Google が求めているページタイトルがわかる。ページタイトルを何文字ぐらいでつければよいのかがわかる。どんなページタイトルをつければよいのかがわかる。さて早速ですけれども、ページタイトルとは何でしょう。ページタイトルとはページの名前のことです。ページ名のことですね。例えばブラウザであるページを見ているとき、ブラウザのタブに現れる文字、これがページタイトルです。大抵の場合はタブに全部文字が表示されていないと思いますが、こうしてマウスを乗せると全文字表示されるはずです。ここでは基本ワードプレスのパーマリンクって何？わかるウェブ。これがページタイトルです。ページのソースを見てみると、このタイトルタグに挟まれた部分、ここですね。これがページタイトルになります。さて、ページタイトルが重要なものなのかどうかということですが、結論から申し上げると重要です。例えば、サーチエンジンで何か検索しているときに、検索結果一覧に出てくるこの見出し、この見出しにページタイトルが表示されることがあるからです。サイトの訪問者はこの見出しとサイトの説明部分、これをパッと見てそのページを見るかどうかを判断すると思います。この見出しを見て自分に関係あるもの、自分が探しているものがこの中にありそうだったらページに移動するでしょう。もし全く関係ないと感じたらそのページには行かないはずです。そういう意味で検索結果の見出しになるかもしれないこのページタイトルは重要なものです。サイトの訪問者はどのようにこのページタイトルを見ているのでしょうか。おそらく次のように見ていると思います。どのページに自分が知りたい情報が載っているのか、どのページに自分に関係がある内容が載っているのか、そしてどのページが役立ちそうな情報があって面白い内容が書かれているのか、これらのことをこのページタイトルを見て直感的にほんの数秒で判断すると思います。この時もしこのページタイトルがコンテンツをしっかり表していなかったり魅力的なタイトルでなかったとしたら、たとえそのページに閲覧者にとって有益な情報が載っていたとしてもそのページに行かない可能性があります。ですから検索結果一覧に載っているこのページタイトルはこのページを見てもらえるかどうかの大きな要因になるわけです。さて、Google が求めるページタイトル、これはどんなものなのでしょう。Google はユーザーが探している内容をできるだけ早く的確に表示しようとします。Google が求めているページタイトルとは、例えばこのようなものです。そのページに固有のタイトルで、ページの内容を具体的に分かりやすく表したタイトル。例えば、ある観光地の紹介ページがあったとします。そのページタイトルが観光地だけだとしたら、具体性に欠けてページの内容をしっかり表しているとは言えません。それよりも、例えば、世界遺産に登録された栃木県の日光東照宮のように具体的な表現の方が良いのです。不用意に長くない、無駄な情報が含まれていないページタイトルを Google は求めます。文字数が長いから NG ということはありませんけれども、無駄に長いとか、やはりページの内容を表していないような無駄な内容が含まれるページタイトルは歓迎されません。同じようなキーワードを繰り返し使用していないページタイトルを Google は求めます。重要なキーワードだからといって、ページタイトルの中で不用意に何度も使われているというのはよくありません。
これはページのコンテンツにも言えると思います。ページタイトルにも不用意にキーワードを繰り返して使っていると、場合によっては Google から不正行為とみなされることがあるようです。注意しましょう。その他にも Google が求めるページタイトルがどんなものなのか、Google Webmaster の解説ページに書いてありますので、ご興味のある方はご覧ください。さて、Webmaster が考えたページタイトルが必ず検索結果に載るとは限りません。検索結果の見出しとして載るページタイトルは Google が判断するものです。Google は閲覧者が問いかける検索クエリ、つまり質問ですね。この質問に的確に答えようとしますので、もしページタイトルがそのクエリに合致していない、クエリの答えになっていないと Google が判断したら、それよりも的確なページタイトルを自動的に Google がつける場合があります。つまり Google の挙動は次のようになると思います。Webmaster がつけたページタイトルが優れていれば Google はそれを表示します。しかし Webmaster のタイトルが優れていないと Google が判断した場合には、よりクエリに適したページタイトルを Google が自動的につけるということです。ここで思うかもしれません。最終的に Google が判断して自動的につけることがあるなら、一生懸命ページタイトルを考える意味がないじゃないか。しかし、それは違うと思います。しっかりしたページタイトルは検索結果にそのまま載るケースがありますので、やはり Webmaster はそのページを表したしっかりしたページタイトルをつけるべきだと思います。もしページタイトルが曖昧だったり、ピントがボケているような印象があれば、もしかしたらページタイトルよりもコンテンツに問題があるのかもしれません。もしコンテンツの内容があやふやだったり、焦点がボケている場合には、やはり優れたページタイトルはつけづらいと思います。ですから、Webmaster にとっては、ページタイトルを考案する際に、同時にページのコンテンツをチェックするという役割もあるかもしれません。そうした意味も含めて、Webmaster はしっかりしたページタイトルをつけるべきだとわかるウェブでは考えています。検索結果で表示されるページタイトルの文字数は何文字くらいでしょうか。これはパソコンで見た場合やスマートフォンで見た場合、いろいろなパターンが考えられるようですが、ページタイトルは全角で30文字から32文字程度に収めるのが良いようです。これは検索結果に表示される文字数に収める場合です。あとは検索結果に表示しきれるかしきれないかということがあると思います。例えばこのページタイトル、有用、ワードプレスで次の記事、前の記事やページめくりってどうやるの？わかるウェブ。このページタイトルは全角で43文字あります。おおよそ見出しに表示される文字数は30から34文字前後と考えると、これでは全部入りきれません。途中から点々点として省略されてしまいます。これはパソコンの表示の場合ですが、スマートフォンでやった結果、もう少し文字数は入るようです。ただ、スマートフォンでも全文は入りきらないようです。途中で点々点で省略されますね。この場合どうしたらいいのか。もちろん、文字数が長いことが NG ではないですが、できるだけサイトの訪問者に重要な文字を見せておきたいですよね。重要キーワードや内容を表す部分を見せておきたいです。ですからこの場合には、ワードプレス、次の記事、前の記事、ページめくり、ここまでが重要な部分ですから、最低限ここまでが見えてればいいと考えました。そして想像の通り、その後は点々点で省略していますが、これはもう構わないと考えました。ページタイトルをつける人によっていろいろな考え方があると思いますが、表示されている部分がどこまでなら OK なのか、これはいろいろ試行錯誤して練り上げていってみてください。では、一体どんなページタイトルをつけたらよいのか、ここが一番の本題ですね。Webmaster によっていろいろな考え方があると思います。ここでは、わかるウェブがこれまで試行錯誤してきた考え方をご提案します。一つ目は、重要なキーワードを含ませること。これは多くの人が共通して考えると思います。検索クエリ、つまりサイトの訪問者が質問していること、それに答えるようなワードを含ませること。これは重要なことです。例えば、
ドライブレコーダーを販売するページを作っているとします。このページの中ではドライブレコーダーのいくつかの機種を紹介しているとしましょう。例えばこんなページタイトルをつけてみました。私が選んだお気に入りのドライブレコーダーを一挙公開します。その後はサイトのタイトルですね。これを見るとドライブレコーダーという重要なキーワードが含まれていますので、一見良さそうな感じがします。しかしそれ以外の言葉は果たして重要なキーワードでしょうか。私が選んだ、お気に入り、一挙公開。これらが検索クエリの答えになるような重要なキーワードだとは思えません。閲覧者は自分の必要な情報が載っているページを最短距離で見つけようとします。ですから、例えばドライブレコーダーを探している人がドライブレコーダー一文字で検索するわけはないと思います。どんなドライブレコーダーが欲しいのか、これを掛け合わせて検索するはずです。例えば、おすすめの最新版を探していたり、何年度版を探していたり、あるいは前後カメラ付きを探していたり、駐車監視機能がついているのを探していたり、その閲覧者にとって一番重要なクエリを投げてくるわけです。ですから、ページタイトルにはそういう重要なワードが載っていることが必要だと思います。それを考慮して直してみました。ドライブレコーダーおすすめ機種、前後カメラ駐車監視、そしてサイトタイトル。まずは、検索クエリから抽出した重要キーワードを含ませるという意味においては随分良くなったと思います。さて、よく陥りがちなページタイトルの例を見てみましょう。北海道旅行のことを綴ったページを書くとします。ページタイトルを考えてみました。北海道旅行記その1、サイト名。でもこれでは北海道のどこで何を見たのか全くわかりませんよね。具体的な内容を盛り込んで修正してみました。北海道旅行記富良野美瑛のラベンダー畑と温泉三昧、サイト名。こうすればどこに行って何をしたか想像ができますよね。このエリアの情報を探している人は思わずクリックしてしまうかもしれません。またさらにページタイトルは閲覧者の気を引くものがいいとされています。いろんな考え方、いろんな切り口があると思いますが、例を挙げてみましょう。例えば問いかける感じのもの。ドライブレコーダー前後カメラの基本機能を知っていますか？こう言われると、あまり詳しく知ってない人はちょっとドキッとしますよね。基本機能って何だろう？確認しておきたくなります。あるいは利益を謳ったもの。高機能ドライブレコーダーでコスパ最高の機種はこれ。サイト名。やはり高機能でコストパフォーマンスが高い製品を買いたくなるでしょう。そうした気持ちに刺さります。あるいは手軽に簡単にすぐできるという感じを出したもの。初心者 OK。ドライブレコーダー前後カメラの簡単取り付け方法、サイト名。ドライブレコーダー欲しいけど、どうやって取り付けるんだろう。もし自分でやるとしたら簡単にできるんだろうか。そうした不安を払拭するようなタイトルですね。確認してみたくなります。このように閲覧者の目を引くページタイトル。役立ちそうな内容が想像できるタイトルは優れていると思います。格段にクリックされる確率が高まると思います。ではまとめです。ウェブページのページタイトルとは、ページの名称のこと。タイトルタグの間に記述されるタイトルのことです。サイトの訪問者はページタイトルによって自分の知りたい答えが載っているページかどうかを見る。Google が求めるページタイトルとは、検索クエリの答えとなるような具体的で分かりやすいタイトル。ページタイトルの長さは、すべて表示しようとすれば30から34文字程度を基準とすると良い。ページの内容を的確に表し、重要なキーワードを含み、サイト訪問者の気を引くものが望ましい。ウェブマスターがつけたページタイトルが表示されるかどうかは Google の判断にかかっている。さて、ページタイトルを考え始めると、この他にもいろいろな疑問が出てくると思います。わかるウェブでは、一冊の Kindle 本にページタイトルの付け方をまとめました。どんなページタイトルをつけたらよいのか、その事例も豊富に載せてあります。
この動画の下の概要欄にリンク先を置いておきますので、よろしければご購読ください。Amazon の読み放題なら無料で読むことができます。また、この動画の内容についてのご質問、あるいは普段のサイト作りやワードプレスについてのご質問を受け付けております。この動画の下の概要欄にわかるウェブ LINE 公式アカウントのリンクを置いておきますので、友達追加していただいて、チャットの1対1トークができますので、他の人に見られることなく安心して質問を送っていただくことができます。お気軽に質問をお送りください。ではまた。